どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は僕の毎日のコーヒーライフを快適にしてくれている我が家のコーヒーコーナーを紹介してみようと思います。こちらがコーヒーコーナーなんですけども、ご覧の通りコーヒーマシンとか様々なコーヒー器具とか常に数種類のコーヒー豆が並べられていて、ここからその日その時の気分でコーヒー器具やコーヒー豆を選んで、いろんな抽出方法でコーヒーやエスプレッソ、カフェラテなどを入れて楽しんでいます。そんな我が家のコーヒーコーナーを今日はね詳しく紹介していきますので、よかったらお付き合いください。では早速紹介していきましょう。はい、まずこのコーヒーマシンとかを置いているこちらのね棚から紹介します。これは無印良品のステンレスユニットシェルフというのを使っています。サイズがいろいろあるんですけど、ワイドの小というね一番低いタイプでワイドのものっていうのを使っていて、で棚板はこれも選べるんですけど、オーク材のものを選びました。棚板ね通常は2枚しか入ってないので、もう一段付け足したかったので1枚ね棚板を追加しています。この無印良品のステンレスユニットシェルフのステンレスのフレームはスマートでスタイリッシュなんですけど、ぐらつきとかもね全然なくて結構しっかりした作りなので、この上でも安定してコーヒーを入れられます。こちらはね購入した時に組み立てる様子とかもね動画にして出してますので、組み立て方とかね気になる方はそっちの動画をご覧いただけたらと思います。このユニットシェルフの下の棚に並べているバスケットとか収納ケースとか、これらも全て無印良品で、上から1段目2段目に置いてるのがステンレスワイヤーバスケットというもので、一番下には無印良品のトタンボックスを4つ並べています。それと後で紹介しますが、この壁につけているドリッパーとかコーヒー豆なんかを置いているこの棚も無印良品のおなじみの壁につけられる家具を使っています。横幅30センチのものと44センチのものをつなげて横幅74センチにしてゆったりスペースにして使ってます。こんな感じでそこにねドリッパーとかコーヒー豆とかを並べています。はい、棚はこんな感じですかね。ではね早速このコーヒー器具紹介していきましょう。まずこれですね、電気ケトル。こちらはもうずっと使ってますけども、ヤマゼンの EGL-C1281 という電気ケトルを使っています。本体も結構軽くて、でこの先端がねこんな感じで細いノズルになってるので、ハンドドリップがねめちゃめちゃやりやすいので、もうこれでハンドドリップしています。でこれいいのが1度単位で温度調節ができるので、ボタン一つで沸騰ももちろんできるんですけど、1度単位で温度調節もできるので、コーヒー豆に合わせてちょっと温度をね微妙に変えたいなとか思った時もこれがあると微調整ができるので、非常にねハンドドリップする時にも使いやすい電気ケトルです。めちゃくちゃ気に入ってもうずっとこれ使ってます。まずヤマゼンの電気ケトルと、あとその横にあるのがこちらがラゴムミニですね。オプション O のラゴムミニと、これグラインダーですけども、ここから豆を入れて、で横にスイッチがあるのでこのスイッチを押すとグラインダーが回って、でここに落ちると。こっちにもねグラインダーあるんですけど、わざわざこれを置いてるのは、これもうめちゃくちゃ細かく弾けるんですよ。もうエスプレッソとかに使えるぐらいの超微細な豆を弾くことができるので、ちょっと後で説明しますけど、エアロプレスとかを使ってちょっとエスプレッソ風なものとかを作りたい時とかはこれを使って細かに弾いて使っています。これもね本当に安定して細かい豆弾けるのでかなり気に入ってます。でその横、もううちの中で欠かせないグラインダーですね。カリタブラックのナイスカット G です。ツタヤ家電のコラボモデルなんでしたっけね。ボディ全体が黒のタイプ、めちゃめちゃかっこよくて、このカップも黒で、これはご覧の通りで上に豆入れて、下にスイッチがあるのでこれを押すと豆を引けるってやつですね。でここで引き目を変えるといった感じになってます。これいつも思うんですけど、引き目がね1から8まであるんですけど、だいたい使うのって1から 2.5 とかこれぐらいなんで、こっから先ってかなり粗くなるんですけど、どんな時に使うのかがね未だにわからないですね。何のために8まであるんだろうって感じもするんですけど、だいたいこれ1から 2.5 ぐらいでね引き目にして使ってます。粒度の安定した豆が引けるので、これはねほんとうち欠かせないですね。でコーヒースケールはタイムモアのブラックミラーベーシックプラスというのを使っています。このベーシックプラスっていうモデルは今もしかしたらないかもしれないんですけど、 2.0 とかになってると思うんですけど、結構前に買ったこのプラスというねタイプを使っています。基本的な機能とかは 2.0
0.0 とか一緒だと思います。こちらコーヒースケールと言われるタイプのものなので、こういう風に豆を測る時とかにももちろん使えますし、ドリップする時にこっちに重さ、こっちに時間が出るので何秒経ったら何グラムお湯を入れるとか、そういったのがこれ一つで重さと時間両方いっぺんに測れるスケールです。でさらにいいのがこれオートタイマー機能っていうのがついていて、ちょっと今仮にやってみますけど、こうカップとドリッパーとフィルターとかあと粉とか入れて、でここのボタンを押すとカウントダウン始まって1回0リセットされて、でタイマー今出てない状態ですけど、でここにお湯を落とすと、お湯を落として重さを少しでも検知した瞬間にこのタイマーがね始まるんですよ。ちょっと仮に指を置いてみますね。こんな感じでタイマー、オートタイマー始まるんですよ。なのでお湯を落とした時に自分でタイマーのスイッチをオンってやらなくても、お湯を落としたら自動的にタイマーがスタートするのでドリップに集中できるというね、こういった使いやすいコーヒースケールです。であとはコーヒーフィルターですね。漂白されたタイプのものを使ってます。あとそうだ、このステンレスユニットシェルフのこのフレームのところにこちら引っ掛けて使ってます。これが奥平ベースさんの枝というね木製のスプーンですね。コロンとした見た目で可愛くて、これをコーヒー豆を取るときに使ってます。柄が長いからちょっと深めなキャニスターとかからもね豆が取りやすいんですごい使いやすいんですよ。こんな感じでだいたいコーヒーのハンドドリップはここで完結できます。でその横にあるのがこちらが R 系のカーボネーター3というね炭酸メーカーですね。こんな感じでボトルをこうセッティングしまして、この中に炭酸のシリンダーが入っているので、ここのレバーをグッと押すと炭酸水が作れます。これでも炭酸水できました。結構ね強炭酸水ができるんですよ。美味しい。で夏とかもうこの先ね暑くなってくると思うんで、そういう時はこのカーボネータ3で炭酸水作って、これにエスプレッソを混ぜてコーヒートニックみたいなの飲んだりとか、さらにそこにレモン果汁とレモンの輪切りとかを入れてエスプレッソロマーノっていうね飲み方とかでいただいたりしています。炭酸とレモンとエスプレッソめちゃくちゃ合うんですよ。これはね僕の夏には欠かせないドリンクになってます。ちょっと名前がおしゃれなんで透かした感じがありますけど、めちゃくちゃ美味しいんですよ。エスプレッソロマーノおすすめです。といったカーボネーター3で、その横にあるのがこちらがデロンギのエスプレッソマシンですね。マグニフィカスタートです。これはもう上から豆を入れて、もう豆入れっぱなしにしてしまって、電源ボタンを押して、あとエスプレッソのメニューをボタンで押せば簡単に美味しいエスプレッソが入れられちゃいます。もうほんとワンボタンでいけちゃうんでめちゃくちゃ簡単なんですよ。豆を引くところから抽出するところまで全部これ1台でやってくれます。でこれコントロールパネルも非常に見やすくて、ここにスイッチがあって電源スイッチがあって、あとは豆の量とか、あとはエスプレッソのメニューとかをボタンを1つ押せばもうそれだけでね抽出することができます。スチームミルク作れるねこのフロッサーっていうんですかね、これもついてるので、これでねスチームミルクを作ることもできます。これ1台でエスプレッソからカフェラテとかラテアートとかも作れちゃいます。あとねカフェジャポネーゼっていうお湯を長く落とすエスプレッソみたいなのっていうのもこれで作れます。エスプレッソマシン探してる方これめちゃくちゃおすすめです。ほんと使いやすい。でこの上にこんな感じでグラスを置いてますね。これはカフェキツネの、エスプレッソグラスっていうんですかね、ちっちゃいグラスとか、あとはこちらエスプレッソサプライのショットグラスですね。こちらはデロンギのこういうダブルウォールのグラスとか、こういったものを上に置いてます。で続いてはこの壁につけられる家具に置いているものを紹介していきます。この壁につけられる家具に置いているのがよく使うねドリッパーです。一番使うのはこれですかね。カリタのウェーブドリッパー、超定番のドリッパーなんですけど、カリタとツバメの技術の結晶といった感じの本当に安定していつでも美味しいコーヒーが入れられるドリッパーですね。本当これ使いやすくて、形状としては底面はこう平らで穴が3つ開いています。こんな感じで特に中にリブとかはなくてつるんとした状態なんですけど、でここにこのウェーブドリッパー専用のこのフィルターをカリタのフィルターを入れてこのようにして使います。ペーパーフィルター自体がリブがあるのでお湯がうまいこと抜けるって感じですね。でほんと使いやすくて、ハンドドリップすると結構ね味がこうまとまった丸い感じの味わいになるので、癖が強いコーヒー豆とかをいただきたい時とかっていうのはこれ使うとちゃんとその癖もある程度落としつつもなんかこう味
にばらつきがないというか、うまいことまとまった感じの味わいになりますね。ですごいなんか甘みが出る感じがします。味が安定していて甘みが出る、そんなねコーヒーが入れられると思います。ドリッパーの中だとちょっと高い効果だと思うんですけど、初心者の方とかでも簡単に美味しくコーヒー入れられると思うので、初心者の方にちょっと高いけどおすすめするのはこのカリタのウェーブドリッパーですかね。あとその横、こちらもね超定番ですね。ハリオの V60、コーヒー屋さんでもよく使われている定番のコーヒードリッパーですね。このカラー結構珍しいカラーなんですけど、これが台湾ハリオの2021年限定モデルで、コーヒーの世界大会のチャンピオンの台湾人の方、バリスタの方とのコラボモデルだそうです。台湾の高尾のフォーミュラコーヒーというお店に行った時にこれが店頭に並んでいて、でそのお店ではねフォーミュラコーヒーではこれを扱ってなかったので、日本に帰ってきてから台湾から取り寄せた感じですね。ハリオの V60 ってコラボモデルいろいろ出てるんですけど、オレンジのモデルとかもあるんですけど、だいたいコラボモデルが出てるのって2杯から4杯用のこの一回り大きいサイズのものが多いんですよね。この 1,2 杯用のサイズでオレンジのやつっていうのがちょっと今まで見たことなかったので、こちらをね購入しました。めちゃくちゃ気に入ってます。これも形状は普通の本当ハリオの V60 の1から2杯用と一緒なんですけど、こういった感じでちょっと大きめな穴が開いていて、でリブがこう上から下まで入ってる感じですね。この V60 でハンドドリップすると結構ねこう癖が強めな豆とかでもクリアにね楽しむことができます。かなりすっきりした味わいになるので、どんな豆でもね香りも酸味もいいバランスで落とせるので、割とこう華やかで明るい味わいのコーヒーが入れられると思うので、ちょっと豆のフレーバーが強すぎるなとか思った時とかはこれを使って入れると割とすっきり入れられます。これは結構お店でも使われてたりするので普及はしてるんですけど、意外とね入れ方難しいと思うんですよね。僕もよく使いますけど、未だにちょっとつかみきれない時がまだあります。ムラが出たりする時があるので、ウェーブドリッパーよりは少し難易度は上がるかもしれないですけど、でもすっきりコーヒー入れるんだったらこれねおすすめですね。であとこれがコーノの名門フィルター、名門ドリッパーってやつですね。形状としては V60 よりはちっちゃめな穴が開いていて、比較するとちょっとの差ですけどね、ちょっとちっちゃめな穴が開いていて、でリブが下のとこだけリブがあるんですね。上の方にはリブがなくて、下の方だけリブがついてる形になってます。これは主にね深入りのコーヒー豆をハンドドリップする時に使っています。リブが下にしかなくて、上がこうコーヒーが溜まるような形になりますので、あまりこう水が落ちにくくなるので、コクとか旨味とか甘みがすごい出やすいコーヒードリッパーだと思います。深入りの豆ってどんな美味しい豆でもうまく入れられないとただただ苦いコーヒーになってしまったりするので、これ比較的うまく入れやすいと思うんですよね。安定した味になりやすいと思うんですけど、これで入れるともう結構甘くてコクのある美味しいコーヒーが入れられるようになると思います。ブラジルのコーヒーとかね結構これで入れること多いですけどね、これもねめちゃくちゃ定番のドリッパーですけど、深入りを入れるときは基本これ使うことが多いですね。主に使うのはこの3つで、その横にあるこちらなんですけど、これがですねちょっと形状が一気に変わりますけど、エアロプレスという、これも一応ドリッパーなんですけど、これ面白くてこんな感じで注射みたいになってますね。でこの中にコーヒー豆を入れて、お湯を入れてちょっとなじませて、これでプレスして、ちょっと蒸らした後とかねプレスしてコーヒーを押し出して抽出するという、こういった抽出器具です。結構今力入れてます。なのでフレンチプレスとかに近い感じの浸出式って言われる抽出方法に近いですね。通常は紙のフィルターを使って入れるんですけど、それで入れると結構ね甘みがあってすっきりした味わいのコーヒーが入れられます。ちなみにこのエアロプレスってもともとフリスビーの会社の社長が作った抽出器具らしいですね。フリスビーからコーヒー抽出器具になった経緯がめちゃくちゃ気になるんですけど、フリスビーの会社のコーヒー器具です。でクリアタイプ、よく見るのはグレーのタイプなんですけど、グレーに赤文字のタイプなんですけど、それも僕持ってるんですけど、このクリアが可愛いというか、中のね、視認性が高いのでコーヒー豆が今どんな感じで蒸らされてるかなとかが見られるので、このクリアタイプを買いました。すごい気に入ってます。これもでさっき言った通り、通常は紙のフィルターを挟んで抽出するんで結構ねクリアな味になるんですけど、僕はこれをねつけてます。これはフェローのプリズモというものなんですけど、ちょっと外すとこんな感じで細かな
メッシュなんですね。ステンレスのメッシュになっていてフェローって書いてますけど、でメッシュなので当然ここからお湯は落ちるんですけど、かなり細かいのでもう紙のフィルター使わずにもうこれそのまま使ってます。で反対側にここに細いバルブがあるので、ここからコーヒーが出てくるって感じですね。紙を使わずにこのステンレスメッシュフィルターから落とす形になるので、結構ねコーヒーオイルとか油分ですかね、そういったものもちゃんと落としてくれて、コーンとか塩水のステンレスメッシュフィルターみたいなのがあると思うんですけど、あれみたいな感じでコーヒーの油分までしっかり落として、ほんと豆の本来の美味しさ、旨味とかも全部落としてくれます。なので結構ね癖のあるコーヒーになるんですけども、コクがあって濃いめでコーヒー豆のいいところ全部取りって感じでいただけるので、これはこれでねちょっと独特な風味になるので気に入って使ってます。そういった感じでコーヒーとして入れる時にももちろん使うんですけど、これバルブがしっかりついていて、でメッシュも結構細かかったりするので、これにさっきのラゴムミニで超微細にひいた豆を使ってエスプレッソ風なドリンクを作ったりもしています。通常だとだいたい 16g とかの中粗挽きぐらいにひいたコーヒー豆入れて、お湯を 200g とかも入れちゃって、それでしっかりなじませてから抽出して 150-60g ぐらいのコーヒーを作るんですけど、エスプレッソの場合とかだったらもう超微細にひいたコーヒーの粉 18g ぐらいで93度ぐらいの結構厚めのお湯を入れて、でお湯の量も 60g とかかなり少なめにして、で30秒ぐらいしっかり蒸らして、で30秒ぐらいかけてしっかり抽出すると、40g ぐらいのエスプレッソ風なかなり濃厚なドリンクができるんですよね。このエアロプレスでも通常のコーヒーとは全然違ったようなエスプレッソ風のドリンクが作れるので、そういった入れ方もしています。でエスプレッソ入れるんだったらさっきのマグニフィカスタートがあるじゃないって話になると思うんですけど、マグニフィカスタートは豆の入れ替えがねあれできないんですよね。一回豆入れちゃうと入れっぱなしになってしまうので、しばらくその豆がなくなるまでそれを使い続けなきゃいけなくなっちゃうんですけど、なんか違った豆の風味を楽しみたいとか、これは今エスプレッソで入れたいけどマグニフィカスタート埋まっちゃってるなとか、豆が埋まっちゃってるなと思った時はこちらを使ってエスプレッソ風で入れたりします。これもともと始まったのがノルウェーとかなんで、フグレンの豆とかすごいこれ相性いい気がしていて、これでね入れること多いですね。そんなエアロプレス、ちょっと特徴的な面白い抽出器具ですね。はい、よく使うドリッパーはこんな感じです。でその上にはこういった感じで豆をねいろいろ取り揃えて並べています。もう常時だいたい 6,7 種類はあるんですけど、今結構多いですね。9種類かな。9種類の豆がこんな並んでるので、ここからその日の気分とかその時飲みたいフレーバーっていうのを選んでドリップして入れています。でこれキャニスターはステンレスのやつは全部ツバメ印が入っているグローカルスタンダードプロダクツというところのツバメキャニスターですね。この中にコーヒー豆入れています。でコーヒー豆キャニスタに入れちゃうと何が入ってるか分かんなくなっちゃうので、そのコーヒー豆のフレーバーカードとかラベルとかこういうのを切ってマステで貼って中に何の豆が入ってるか分かるようにしています。これは山梨の秋戸コーヒーさんのコロンビアとか、名古屋のトランクコーヒーさんのコロンビア、これもトランクですね。これもコロンビアかな。この辺はアシッドコーヒーさんのですかね。イエメンとコロンビア、これは沖縄の豆ポレポレというコーヒー屋さんのガジュマルブレンドですね。こちらがフグレンのエスプレッソ用の一応豆ですね。ダンシェというエチオピアの豆です。でこの横の瓶に入ってるやつが日本橋のグリッチ東京さんで購入したコロンビアとケニアの豆ですね。この今紹介した豆ほとんどがこの前の銀座 Vlog であの日購入した豆が今揃ってる感じですね。銀座コーヒーフェスティバルとか、あとはこれフグレンはお店で普通に買ってますけども、銀座 Vlog で最後に飲みに行ったグリッチ東京さんで購入したコーヒー豆、こんな感じですね。であとその横にドリッパーもう1個置いてます。こちら折り紙ドリッパーですね。これも本当可愛い、一応陶器なんですよね。セラミックでできているドリッパーで、紙を折ったような美しいドリッパーで全てがリブ状態になってるので、ここに例えば V60 用のペーパーフィルターとか入れれば隙間ができるので、お湯がいい感じに落ちてすっきりしたコーヒーが入れられるようになります。でも通常の使い方は V60 みたいな普通の塩水のフィルターを入れることが多いんですけど、こういったカリタのウェーブドリッパーもぴったりにフィットするような形になるので、ちゃんとリブの数がねぴったり合うので、これとか入れるとちょっと吸着しっかりしてくれて、ここにお湯がしっかり溜まる形になるので、よりコーヒー豆のね旨味とかを抱え込んだ感じでドリップすることができるようになったりします。ちょうど形状がぴったり合うので、ウェーブドリッパーのフィルターは折り紙に入れてここにこんな感じで置いてます。
でこの壁際の一番上の段にはこんな感じでオブジェとかいろいろね置いてます。カフェキツネのスノードームとか、あとこれもカフェキツネのコーヒーが入っていたボトルを飾ったりとか、こたつ風のフィギュア、そっくりこたつフィギュアとか、あと台湾で買ってきたコーヒー屋台のミニチュアフグレンのマッチ、去年のクリスマスギフトボックスに入ってたやつですね。あとは植物とか鳥の置物とか、こんな感じのオブジェとかを置いてます。またステンレスユニットシェルフの方に戻ってきましたけど、この下の段には無印良品のステンレスワイヤーバスケットにこのようにいろいろコーヒー器具入れています。でこれも説明していきますと、こんな感じでここはそんなに使用頻度が高くないコーヒードリッパーとか入れてますね。これとか結構使えますけど、よく使うやつは手前に置いていて、これはコーヒー工具のサーバーですね。樹脂製なので割れない、コーヒーとかの沸騰したお湯にも使えるサーバー。あとこれもサーバーですね。これは金刀のサーバーですね。ちょっと多めに抽出する時とかはこれを使って入れます。であとはドリッパーいろいろ入っていて、キーコーヒーのクリスタルドリッパーもこれね、見た目ではダントツこれが好きなんですけども、最近ちょっとあんまり出番がないですね。でこちらフラワードリッパー、カフェックのフラワードリッパー、ハリオの V60 のガラスタイプのものですね。あとこれはこれなんだっけ、名前忘れちゃった。コーヒー豆屋さんで使ってるやつですね。ちょっと変わった入れ方するドリッパー。あと V60 のノーマルカラー、クリアカラーのものと、ウェーブドリッパーのカリタブラック、真っ黒のウェーブドリッパー、この辺りをここに入れてます。でそのお隣は、これはソーサー付きのカップですかね。ファイヤーキング、カフェキツネ。手前にはお茶を入れる時とかに使う金刀のフィルター付きのポット、これ入れてます。で一番右側はマグカップとか入れています。このね、ユニークな形状のエコーパークポテリーのマグカップ、ピーター・シャイヤーさんの作品ですね。これとこれもそうですね。これもエコパークポテリーのマグカップ、もう見てわかると思うんですけど、全部が手作りというか同じものが2つとないね、こういったユニークなペイントのマグカップですね。金刀のアンバーカラーのグラス、古川源吾さんのマグカップ、ブレンドコーヒーのグラスですね、蓋付きのグラス。それとこちらがノラグラスワークスさんの美しい気泡が入ったグラス。あとこれはミナペルホネンのエスプレッソカップみたいなやつですかね。デミタスカップみたいな。これは夏にね、この中にちっちゃめな氷をたっぷり入れて、濃いめな深入りコーヒーを入れて、パンケーキとかと一緒にアイスコーヒーをいただく、そんな時によく使うカッパーマグですね。これで飲むとね、一気に星のコーヒー感が強まります。こういったマグカップとかを入れています。でその下の段、こちらも無印良品のステンレスワイヤーバスケットを使っていて、これは18センチの高さのタイプですね。3つ並べて使っていまして、一番右側はここはコーヒーの豆のストックですね。まだコーヒー豆あるんかいって感じなんですけども、アシッドコーヒーさんのコロンビアとか、これめちゃくちゃ美味しかったんですよね。であとはこれもトランクコーヒーのコロンビア多いな。あとこれもうすごい昔のやつですけども、僕がライトアップコーヒーさんと一緒に作ったモーニングルーティン、記念に1袋そのまま取っといてます。でこっちはナイトルーティンですね。これも記念に取っておいています。思い出のコーヒー豆で、あとはこれコーヒー豆じゃないですけど、キャンディスですね。カルディで買える氷砂糖が入ったシロップ、こっちはチャイティーベースになるやつですね。キャンディスのチャイ、こういったものを入れています。で真ん中、ここはねお茶ですね。コーヒーではなくて茶葉系入れてます。タイでお土産で買ってきたタイティー、チャトラムーのタイティー、これも空です。でこっちがちょっと上品な味の方、これもチャトラムーのタイティー、こっちまだ入ってます。もうめちゃくちゃ美味しいんで大事にちょっとずつ飲んでる。であとは台湾で買ってきた台湾の茶葉ですね。東方美人茶で、こっちは金銭茶ですね。金銭茶はお茶なんだけど、飲むとちょっとねミルクみたいな甘めなフレーバーなんですよね。面白い味わいの茶葉、
これが渋谷と代官山の中間ぐらいのところにあるハイコーヒーヘイハーブというところのハーブティーですね。スリープウェルズってめちゃくちゃ入眠効果の高いお茶です。最近はなんかあまり寝られない時とかないんですけど、一時期ねなかなか寝つきが悪い時とかにこれをいただいて、これ一杯飲むともうぐっすり眠れるというね、そういったハーブティー。あとこれはタイでお土産でいただいてきたバタフライピーのお茶ですね。お湯を入れるとお湯が真っ青になるバタフライピーのお茶。このタイティーとか1年前に買ってきたやつなんで、もう1年経ってるんで賞味期限とか大丈夫なのかなって感じなんですけど、茶葉なら大丈夫かなと思ってまだ飲まずにね置きっぱなしにしてました。忘れてました。であとこちらにはボトルとかいろいろ入れてますね。ハリオのフィルターインコーヒーボトル、この中にコーヒー豆をひいたものを入れてお水を注いで、そのまま冷蔵庫で13時間ぐらいとか置いておくと水出しコーヒーができるというね、ミルクを入れればミルク出しコーヒーができるという、そういったフィルターインコーヒーボトル、また夏になったらねめちゃくちゃ使うことになると思います。あとこちらはこれもフィルターがついてるボトルなんですけど、この内側にここにちっちゃいフィルターがついていて、ここに茶葉入れちゃってお水を注いで冷蔵庫で冷やしておけば水出しのお茶が作れるやつですね。でこれ同じやつで色違い同じですね。こっちは抹茶みたいな色のやつで、これが旧式で一番新しいやつがこれなんですよね。こういったタイプの口の部分が広めで注ぎやすい。で同じように内側にこう茶こしメッシュがついているものですね。こういうのと、あとはキントーのちょっと今空ですけどコーヒー豆入れる時に使うキャニスター、あとは温度計とかメンテナンスグッズがこの辺に入っているのと、挟むと、あとこれカメラのブロワー、このカメラのホコリを飛ばすやつなんですけど、このコーヒー棚の上でドリップしてる時とかにコーヒーの茶粉とか豆のカスとかが散らかることがあるんで、一旦これで吹き飛ばしちゃって、でまとめてこの床掃除をするという風に使ってます。なので一時的に茶粉とかねコーヒーの粉を吹き飛ばす用のブロワーですね。これここ入れてます。で一番下はこちらもね無印良品のトタンボックスを4つ並べているんですけど、この中には普段使わないようなコーヒーの備品だったりとか、一番左側のやつがコーヒーフィルターのストックとか入れています。ウェーブドリッパーとかコーノのフィルターとかハリオのフィルターとかペーパーフィルターですね。こういったものをこの中にストックしてます。全部同じトタンボックスとか上もこうワイヤーバスケットとかで並べることによってなんかねすごいすっきりした感じになるかなと思ってます。はい、コーヒー棚はこんな感じですかね。はい、そういったわけで今日は我が家のコーヒーコーナーを紹介してみました。コーヒーは自宅でできる楽しい趣味だと思いますので、よかったら皆さんもいろいろとねコーヒー器具を集めて楽しんでみてください。はい、今日の動画は以上です。もしこの動画が良かったと思った、参考になったと思った方はぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。またコーヒー関連の動画もね今後も出していきますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。